はい、原田専門家です。今日は膝に猫が乗ったままやっておりますので、この猫が暴れないように気をつけたいと思います。白色のももちゃんが乗ってるんですけど、ももちゃんは感触持ちと言ったらいいのかな。茶色いね、タルちゃんとはすごく仲が悪くて、タルちゃんの顔を見るたびにシャーシャー吠える。他の猫が嫌いというかね、自分のいるところに他の猫が来ると怒るね。ところが他の猫のいるところに行って場所を奪い取る、そういういかにも猫らしい猫ですね。なので暴れないように気をつけてお話をしたいと思いますが、ついでなんでじゃあ猫の話でもしましょうかね。うちには今現在4匹の猫がおりまして、一番古いのがわらびといってロシアンブルーみたいなグレーの猫なんですけど、そのわらびとその次にいるのがこの今膝に乗っているももちゃんですね。真っ白の白猫ですわ。でその次がタルちゃんかな。茶色い、これはシャム猫のようなね、茶色と焦げ茶というか、顔はもうほぼ真っ黒ですわ。で一番可愛がっている、菊千代ですね。一番最初に猫を拾ったのはあれはもう何年も前になりますか覚えてませんが、それは真っ白のね、ジンゴロウと名付けた、もうすでに大人の猫でした。多分迷子の猫だったのか、捨てられちゃったのかわかんないですけど、家の前でお正月でしたよ、いたので、可愛いなと思ったけど飼われへんなと思って、その日はね、ごめんねと言って撫でて、でも人懐っこかったんで撫でて別れたんですけど、次の日になったらやっぱ気になりましてね、あの猫どうしてるんだろうと。でコンビニで猫の餌を買って次見かけたらあげようと思ってたんですが、2日経っても3日経っても現れない。いよいよ心配になって4日目に現れた時にはもう家に連れて、行っておりましたね。それが一番最初に拾ったジンゴロウでしたね。ジンゴロウは最後病気で亡くなっちゃうんですけど、もう尿管結石ですかからが悪化しておしっこが出なくなって、なんて言ったかな、尿毒症っていうんですけど、尿素毒素が体中に回っちゃって、もう本当に動けなくなるくらい痩せ細っちゃってね、最後は本当に動けなかったんですけど、もう亡くなる前日の晩にはね、お布団にのそのそっと入ってきてこう温まって寝るんですけど、その時にもうこれジンゴロウ最後かなと思って、次の日帰ってくるともう亡くなってたんですけどね。生き物を飼うということはそういった命を預かると言ったらあれですけども、責任をね持たなくちゃいけませんからね。この4匹の猫もいずれ亡くなるね。僕の好きな言葉でね、横山光輝さんの三国志じゃ徳川家康の中に出てくる織田信長の言葉でね、たわけめ、生きてて死なずに済むかでしたっけ、という言葉がありまして、生まれたからには必ず死ぬというかね、すごく達観した言葉ですよね。すごくかっこいい言葉。ちゃんとしたのを今ちょっと探してますね。なんだっけな。これじゃない。これな。よいしょ。ね。たわけめ、生きてて死なずに済むか。ね、これ非常にかっこいいね。横山光輝さんの書いた
徳川家康に出てくる若き日の織田信長の言葉ですよ、これが。ね、非常にかっこよくないですか。ただね、横山光輝さん、歴史の漫画をいっぱい書いてて、織田信長、豊臣秀吉、ね、それから徳川家康、他にも武田信玄とかね、いろいろ書いてるんですけど、その3部署、信長、秀吉、家康なんだけど、まあ、家康、ね、江戸幕府が長かったからといって、もうですよ。でも家康のね、生涯というか、家康の巻だけが異常に巻数多いんですよね。他の信長が4巻ぐらいですか、5、6巻、秀吉もそれぐらいですよ。家康だけやたら多いんですよね。なんか全部集まって全部読み終えた覚えがないな、そういや。なんか途中で終わってる気がする。また読みましょうね。この言葉が非常に好きでね、なんていうんですかね、生まれたからにはもう死ぬことは明らかです。それ以外ね、どうなるかわからない。どうやって死ぬのかもわからないけども、まあ生まれたからには必ず死にますからというね、この言葉を思い出すたびにね、こう膝の上の猫もいずれ死んでしまうんだね。そう思うとこの膝の上のかけがえのない時間というかね、一瞬一瞬がとても大事な時を刻んでいるようには思いますよね。しかし昔の猫はね、ろくなもん食ってませんでしたから、本当に実家で飼ってた猫なんかはね、本当にいわゆる猫まんまですよ。冷や飯に味噌汁ぶっかけたようなご飯を食ってましたから、そら早死にしますよ、塩分多くて。ね、猫に塩分は大敵ですからね、すぐ石になっちゃって、尿道が詰まってね、大変なことになりますから、塩分控えめのやつと、食べさせない。人の食うもんあんまりね、食わしちゃダメだとは分かってるんですけどね、アイスを舐める姿とか可愛いからついついね、シュークリーム好きなんですよね、キクちゃんが。なんかついついね、こう、あげてしまいたくなっちゃうんですよね。他の猫もなんかね、好きな、それぞれ好きなものがありますよね。特にタルちゃんがね、すぐにビニールをかじるから、これが一番大変で、コンビニのレジ袋とかね、今はもう有料化になってあんまり転がってはないんですけど、見つけるたんびにしがんでね。んで、戻してね、吐いてはおるんで、第一には至ってないですけど、飲み込んじゃいますからね。あとはあれですわ、みんな段ボールが好きなんで、あちこちね、引っかき回してというか、爪を研ぐというかね、親の敵かいうぐらいね、引き裂いておりますね、本当に。もう引き裂くように段ボール置いてんですけど、まあひどいですよ、本当にね、あちこち。これがなかったら壁とかやっちゃうからね、段ボールを仕込んでおりますけどね。でわらびはね、こう昔はね、拾ってしばらくはね、結構ブクブク太ってね、でかい猫好きなんで、デブ猫好きなんでね、太らしたいんですけど、わらびはもうどんだけ食っても太んないんですよね。今もう一番のおばあちゃんですけど、全然太らないですね。でもももちゃんはもうそういった感触持ちで、ね、気分によって痩せたり細ったりでしょ。最近は安定しておりますけどね、一番気難しい女の子で、タルちゃんとキクちゃん、男の子2人がね、これまた仲が悪いですよね。でキクちゃんは喧嘩っ早いというか、まだまだ猫にしたら若いのかね、ちょっかいをね、すぐ出すんですよ。目の前通るとね、すぐ手を出すんですが、それに
反応してね、喧嘩が始まるんですけど、追いかけっこしだしたらもうね、タルちゃんは逃げる防戦一方、キクちゃんはもう攻撃的になって、本当に追いかけ回してやかましいですよ。そんな猫とね、休日はゆっくりのんびりやっておりますよ。ね。もちもんちん、もちもん、名前つけるけど猫ってちゃんと呼ぶことないんで。キクちゃんのことはね、最近はチクチくんって呼んでますし、タルちゃんはなんて呼んでるか、タルちゃんもともと名前違うんですよね。もともとレイちゃんなんですけど、タルみたいな色だからタルちゃんって、最初拾ったね、子供の頃はもっと白かったんですけどね、色が濃くなっちゃってね。わらびはビノビノって呼んでますからね。ももちゃんはももちゃんだな。タルちゃんはもう名前が変わってるしね。そんなこんなで猫のお話でした。